ベルリンにはラーメンあるんですか？ベルリンあるんですよ。なんかドイツって、ええあんまり料理美味しくないんじゃないかなってイメージがあるんですけど、どうなんですかね？なんか日本でいう京都みたいな保存食文化があって、豚を塩漬けにしたり酢漬けにしたりとか、そういう昔からの知恵が今も引き継がれてる郷土料理ですね。素材をあんまりいじくらないでシンプルに仕上げてる感じがしたので、だからもう例えばドイツでいうと炭水化物ってパンが主体なので、そういうところで麺文化が受けてるっていうのが一つ不思議なところで、でも興味津々だよね。チキンが主体のスープでも麺は工夫されてるよね。結構塩味が強い醤油スープなんですけど、なんていうんですかね、コクがあって濃度が高いような感じですね。ドイツ人が醤油っていうところに反応してるっていうのがそれが不思議ですね。なんかイメージ的な豚骨とか味噌っていうものに食いつくようなイメージなんですけど、Es ist von allem was drin, Nudeln, Gemüse und schmeckt halt einfach mal anders. Ist ein anderer Geschmack als sonst. Also wir sind zum zweiten Mal hier und diese beiden die sind zum ersten Mal hier, denen haben wir gesagt, wir müssen unbedingt hierher essen gehen, weil die Suppen sehr lecker sind. Neugier. Also aus Neugierde sind wir hergekommen. よくラーメンを食べるんですか？久しぶりです。はい、普通に美味しいです。主人が、デュッセルドルフで開けているなにわさんというお店の社長と知り合いで、そこで3年間、いろいろラーメンの勉強をして、そしてベルリンに、最初からもうドイツ人の方の方が多かったです。現地の日本人の方とか旅行者とかも結構来ていただいてたんですよね。ということは当時はベルリンではラーメン店はなかったということですかね。なかったです、初めて。じゃあもうドイツの方も初めて食べるものだったんですね。そうですね。小麦は日本の小麦粉と、こっちの小麦粉とドイツの小麦粉と混ぜています。ああ、そうなんですね。やっぱりドイツだけだとパン用粉というかコシが出ないっていう。やっぱりそれでちょっとコシがちょっと柔らかかったり、結構もう最初は結構ドイツの方で行こうとも思ってたんですけど、やっぱりそれじゃあ日本食じゃなくなってしまうんで、日本のラーメンじゃなくなってしまうんで、両方ミックスして、今の味になった感じです。ちょっと濃いめにしつつ、日本のもう本当に塩が、あと醤油が大好きなんで、もうラーメンに結構醤油入れて味見をしないで
ラーメンに醤油入れる方とかもいるんですね。ちょっと待ってください。そうなんですか。うん。そうなんですよ。だから結構もう醤油がすぐなくなる感じです。あ、絶対すすらないです。でも日本の食べ方を知ってる外人の方はすすります。ドイツ人の方でラーメン日本に結構日本が大好きでラーメンのことをよく知っている、もう本当に私たちよりも知っている方とかもうお客さん多いですね。並ぶ習慣あるんですね。ドイツの B 級グルメですからね。これがいわゆるスタンダードのやつです。世界一周中です。はいじゃあ各地のラーメン食べてきた。いや未だかつて食べたのはネパールのカトマンズとパリですだけで、いやもうベルリンといえばここなのかな。長谷部選手が来てるということで、サッカーの長谷部がはいデュッセルドルフのラーメン屋さんじゃなくてベルリンまで来てます。ベルリンまで来てここで2杯を食べて帰るという僕の結果ね。Oh, we might not be the best. We're not German. We're from California, so yeah, when I'm home, I try every once in a while. And San Francisco, there's a lot. いや正直言ってここまで完成度高いと思わなかったです。いや本当にこうバランスがいいですし、具材一つ一つもすごい考えられてますし、いやこれすごいですね。びっくりしました。日本の豚骨に非常に近くて、なおかつこう香油が入ってるっていうところがポイントだと思います。でチャーシューも、角煮と、肩ロースですから2種類が入ってますね。びっくりしました。いやここまで個性があって今まで海外行くとこのもちもちさっていうのは出ないんですよ。Ja. Also ich war 1999 das erste Mal in Japan und wollte irgendwas aus Japan mit zurückbringen. Habe damals noch Produktdesign studiert und habe damals an einer, mir sind die Yattas in Japan aufgefallen, ne? Die immer überall rumstanden. Und da fand ich ganz schön, das ist so ein kleines, geschlossenes Konzept, da konnte man sich überlegen, das ist klein genug, um das hier mal auszuprobieren. Dann habe ich hier in Berlin vielleicht dann auch so 2000 den ersten Yatta gebaut und habe dann langsam versucht, ohne viel Vorwissen das einfach mal auszuprobieren, ob das den Leuten überhaupt hier gefällt, weil ich auch nicht wusste, ob japanische Nudelsuppe, Ramen für die Berliner akzeptabel ist oder nicht. Dann habe ich gemerkt, es funktioniert, also bin ich dann wieder, weil die Qualität der Suppen war nicht besonders gut, aber ich habe schon gemerkt, es funktioniert, also bin ich dann wieder zurück nach Japan und habe dann ein bisschen studiert. Ich bin immer in verschiedenen Suppenküchen gesessen und habe gesagt, weil es sind ja offene Küchen, man kann sehr viel sehen vom Vorbereitungsprozess und habe mir nur durchs Zugucken dann immer versucht, was anzueignen. 今日この店は初めて来ました。初めて来ました。はい。お住まいなんですか？つまりミュンヘンです。はい。8割ぐらいがここに来るために。同僚はやっぱりここが一番美味しい。美味しいです。Lecker. Ja, also ich schon. Er ist zum ersten Mal dabei heute. Ja, lecker.
ね、初めての心ラーメンどうでした？何食べてます？僕は豚骨ラーメン、はいで買い余しました。美味しい、すごく美味しい。いい意味で期待を裏切られました。本当にびっくりしました。こんなクオリティの高いラーメンがヨーロッパでベルリンで食べられるんだなってすごいです。もうそれしか言えないです。顔がニッコニコだもんね。はい。顔がニッコニコだもんね。ありがとうございます。もう本当に温まりました。お腹も心も。私は塩ラーメンを食べました。鰹節が上に乗っかってて、8ヶ月ぶりの鰹節ですごく味が染みてて美味しかったです。ちょっと里心ついちゃった？はい、帰りたくなりました日本人でもドイツ人でもみんなが美味しいと思えるものを作りたいっていうのをベースに、あとはやはりヨーロッパですとベジタリアン、肉を食べないお客さんがいらっしゃるので、味噌だれに関しては肉系の味は入れずに野菜と味噌、醤油、塩調味料のみで作るようにしています。必ずしも同じものをこっちで提供するっていうふうには考えてないですよね。例えばその煮干しとかそういったものの香りをヨーロッパの方たちが必ずしも好むものではないので、そこら辺に関しては日本で同じものっていうのは考えてないですね。こっちの小麦を特注しています。今の小麦になるのに、2年半かかりましたね。コシがなかなか出なかったので、いろいろと試して卵白を使ってみたり片栗を入れてみたりいろいろと試したんですけれども、今はもう小麦のみで作っていますですね。日本の心を味だけではなく店の全体の雰囲気から、それからもてなし、そういったことの全てをひっくるめて日本の心っていうのでこのお店を作って、でそういうところに行き着いたと思います。やっぱりスープがベストの状態に出来上がって、で麺の状態が一番いい状態、それを提供した時にお客さんが美味しかったですっていうふうに答えてくれた時がやはり一番嬉しいですね。いい映像が撮れましたね。